本チュートリアルを視聴する前に、表示されている URL から資料とデータをダウンロードしてください。ホイールの概要を説明します。ホイールは、理化学研究所で開発された、階層分散並列型ワークフロー構築、実行支援ソフトウェアです。ウェブブラウザ上で、コンポーネントと呼ばれる、四角いパーツを、線でつなぐことでワークフローを構築できます。ホイールの特徴を紹介します。一つ目、ホイールは、シェルスクリプトだけで作成が困難な、複数の計算資源にまたがる、複雑なワークフローをウェブブラウザで作成できます。二つ目、ターミナル上のコマンド実行なしで、ジョブを投入し、結果を取得することができます。三つ目、パラメータスタディ専用のエディタを内蔵しており、容易にパラメータスタディの大量ジョブを自動実行できます。ホイールは、2016年に九州大学情報基盤研究開発センター小野教授の発案により作成された SWF をもとに、2017年に理化学研究所で開発が開始されました。2020年には OSS 化され現在も改良が進められている OSS のワークフローツールです。ホイールを商用目的に利用する場合、理化学研究所との契約が必要です。それ以外は、フリーで利用できる BSD ライセンスとなっています。ホイールのシステムは、ウェブブラウザで動作する GUI と、ホイールサーバで構成されています。計算資源には、ホイールサーバからジョブ投入を行います。計算資源にホイールのプログラムなどをインストールする必要はありません。計算資源は SSH 接続が可能な資源なら何でも利用可能です。また、複数の計算資源を登録することができ、ワークフローの計算内容に応じて、ジョブの投入先を切り替えることができます。ホイールでは、ホイールサーバが起動しているマシンをローカルホスト。計算資源をリモートホストと呼びます。また、ユーザ PC にホイールサーバを起動することも可能です。しかし、長時間かつ繰り返しを含むような複雑なワークフローを実行する場合、ホイールサーバを常に起動しておく必要があるため、24時間起動しているサーバマシンにホイールサーバを起動することを推奨しています。ホイールの起動方法は、チュートリアルビデオ説明資料や GitHub のホイールマニュアルを参照してください。ホーム画面について説明します。ホイールでは、ワークフローをプロジェクト単位で管理します。ホーム画面では、プロジェクトの作成、管理を行います。プロジェクトの新規作成手順を説明します。New をクリックします。プロジェクトの作成場所を選択します。プロジェクトネームとプロジェクトディスクリプションを入力し、Create をクリックします。新規作成したプロジェクトが表示されます。プロジェクトのオープン手順を説明します。プロジェクトを選択します。オープンをクリックします。選択したプロジェクトのワークフロー画面が表示されます。左上のホイールをクリックするとホーム画面に遷移します。プロジェクトのインポート手順を説明します。インポートとは、プロジェクトリストから削除したプロジェクトや、他のホイールサーバで作成されたプロジェクトを読み込むための機能です。プロジェクトを選択していない状態でオープンをクリックします。インポート対象のプロジェクトディレクトリを選択します。オープンをクリックします。選択したプロジェクトのワークフローが表示されます。プロジェクト名の変更手順を説明します。対象のプロジェクト名をクリックします。プロジェクト名を変更します。エンターキーを押します。対象のプロジェクト名を変更できました。プロジェクトの削除手順を説明します。プロジェクトを選択します。Remove をクリックします。確認ダイアログが表示されます。Remove をクリックします。選択したプロジェクトが削除されました。プロジェクトを削除せずにリストから除外するときは、Remove from List を利用します。
リモートホストエディター画面について説明します。リモートホストエディター画面では、ホイールサーバ外の計算資源を登録、管理します。リモートホストエディター画面を開く手順を説明します。右上のアイコンをクリックします。リモートホストエディターをクリックします。リモートホストエディター画面が新規タブで表示されます。リモートホストの登録手順を説明します。ニューリモートホストセッティングをクリックします。ラベルを入力します。ラベルはユーザ任意の名称で構いません。ホストネームを入力します。ホストネームはリモートホストの IP アドレス、またはリモートホスト名です。ポートナンバーを入力します。SSH 接続用のリモートホストのポート番号です。デフォルト値は22です。ユーザー ID を入力します。リモートホストに登録済みのユーザ名です。ホストワークディルに、リモートホスト上の作業ディレクトリのフルパスを入力します。ホストワークディルは、ホイールがワークフローの実行のために必要な、リモートホスト上の作業ディレクトリです。認証方法を選択します。パスワード認証の場合、設定する必要はありません。鍵認証を利用する場合、Use Public Key Authentication にチェックし、プライベートキーパスに秘密鍵を設定します。ブラウズをクリックして秘密鍵を選択します。チュートリアルビデオ説明資料を参照してホイールを起動した場合、SSH ディレクトリの配下に秘密鍵が格納されています。ジョブスケジューラを選択します。リモートホストに対応しているジョブスケジューラをリストから選択します。なお、利用する計算資源に対応したジョブスケジューラがリストにない場合、ユーザ自身がジョブスケジューラの情報を追加することが可能です。詳しくは、GitHub のホイールマニュアルを参照してください。Max Number of Jobs を入力します。同時に投入できる最大ジョブ数の設定です。Q を入力します。ジョブ投入時に設定できる Q をカンマ区切りで設定します。OK をクリックします。新規登録したリモートホストが表示されます。接続テストの方法を説明します。対象のリモートホストのテストをクリックします。パスワードまたは秘密鍵のパスフレーズを入力して OK をクリックします。接続できている場合、OK と表示されます。リモートホストの編集手順を説明します。対象のリモートホストの鉛筆アイコンをクリックします。編集したい項目を編集し、OK をクリックします。対象のリモートホストを編集できました。リモートホストの削除手順を説明します。対象のリモートホストのゴミ箱アイコンをクリックします。確認ダイアログが表示されます。リムーブをクリックします。対象のリモートホストを削除できました。ワークフロー画面について説明します。ワークフロー画面では、ワークフローの編集、実行を行います。ワークフローを構成するコンポーネントの作成手順を説明します。左側にあるコンポーネントアイコンを画面中央にドラッグ&ドロップします。コンポーネントを作成できました。コンポーネントのプロパティエリアについて説明します。コンポーネントをクリックすると、プロパティが表示されます。×アイコンをクリックすると、プロパティを閉じます。ゴミ箱アイコンをクリックすると、コンポーネントを削除できます。ワークフロー画面の画面切り替えについて説明します。ワークフロー画面は3つの画面を切り替えることができます。グラフビュー画面、デフォルト表示される画面です。ワークフローの編集を行うメインの画面になります。別画面が表示されているときは、グラフビューをクリックすると、遷移できます。リストビュー画面、リストビューをクリックします。
リストビュー画面が表示されます。ワークフローの実行状況が確認できる画面です。エディタ画面。テキストエディターをクリックします。ホイールに内蔵されたエディタ画面が表示されます。パラメータスタディの設定はエディタ画面で行います。プロジェクトの保存ボタンを説明します。保存ボタン。プロジェクトを保存します。リバートボタン。プロジェクトを直前の保存状態に戻します。プロジェクトの操作ボタンを説明します。実行ボタン。プロジェクトを実行します。停止ボタン。プロジェクト実行を停止して、実行前の状態に戻します。クリーンボタン。プロジェクトの実行から追加されたファイルを削除し、プロジェクトを直前の保存状態に戻します。ログエリアを説明します。ログエリアでは、ホイール自身の実行ログやエラーログ、また、ワークフローに含まれるシェルスクリプト等の標準出力やエラー出力を確認することができます。画面下部の矢印アイコンをクリックします。ログエリアが表示されます。矢印アイコンをもう一度クリックするとログエリアが閉じます。タスクコンポーネントと if コンポーネントについてサンプルワークフローを作成しながら説明します。タスクコンポーネントは、シェルスクリプトを実行する、基本のコンポーネントです。シェルスクリプトの実行環境は、ローカルホスト、すでにホイールに登録済みのリモートホストから選択することができます。また、リモートホストを選択している場合、ジョブスクリプトを実行することも可能です。if コンポーネントは、設定したシェルスクリプトの終了ステータス、または JavaScript の条件式に応じて、後続のワークフローを変更するコンポーネントです。シェルスクリプトの終了ステータスが0の場合、緑色の導線に指定されたコンポーネントに続き、0以外の場合、紫色の導線に指定されたコンポーネントに続きます。JavaScript の条件式については、GitHub のホイールのマニュアルを参照してください。タスクコンポーネントと if コンポーネントを使用したサンプルワークフローの概要を説明します。プリ処理とソルバー処理を想定したワークフローです。設定する項目内容は、チュートリアルビデオ説明資料を参照してください。タスクプリでインプットファイルを作成し、if チェックインプットにファイルを渡します。if チェックインプットでは、インプットファイルを受け取り、設定したシェルスクリプトにより、条件判定を行います。条件判定結果が false の場合、タスクメッセージに続き、エラー文を出力します。条件判定結果が true の場合、タスクソルバーに続き、リザルトファイルを作成します。作成されたワークフローは、ワークフローの依存関係に基づいたディレクトリ階層構造で保存されます。詳細は、チュートリアルビデオ説明資料、ワークフローの保存形態を参照してください。ホーム画面で、新規プロジェクト、サンプルタスク if を作成します。タスクコンポーネントを作成します。プロパティを開き、ファイルズエリアをクリックして展開します。ニューファイルをクリックします。表示されたダイアログに、ファイル名 createinput.sh を入力して、OK をクリックします。ファイルズエリアに追加された createinput.sh をクリックして選択します。選択すると、色が青く変化します。テキストエディターをクリックして、テキストエディタ画面に遷移します。ファイルを編集します。createinput.sh は、execpri というメッセージの標準出力と、インプットファイルという名称のファイルを作成するシェルスクリプトです。ファイルの編集が完了したら、ファイル名をクリックします。表示されたボタンから、セーブをクリックして、編集を保存します。グラフビューをクリックして、グラフビュー画面に遷移します。タスクコンポーネントは、スクリプトに設定したシェルスクリプトを実行します。スクリプトは、ファイルズエリアに登録されているファイルから選択可能です。スクリプトをクリックして、表示されたリストから createinput.sh を選択します。
ホストでは、実行環境を設定します。デフォルトでは、ローカルホストが選択されています。リモートホストエディタで登録済みの、リモートホストのラベル名がリスト表示されます。ホストをクリックして、表示したリストから付学を選択します。ホストで、リモートホストを選択すると、タスクコンポーネントのアイコンが変化します。リモートホストでタスクコンポーネントを実行した時のディレクトリ構成は、チュートリアルビデオ説明資料、リモートホストのディレクトリ構成を参照してください。インプット、アウトプットファイルズをクリックして展開します。インプット、アウトプットファイルズでは、コンポーネント間のファイルの受け渡しを設定できます。タスクプリで作成されたインプットファイルを後続コンポーネントに渡すために、アウトプットファイルズを設定します。アウトプットファイルズに、インプットファイルと入力して、プラスをクリックします。タスクコンポーネントに、アウトプットするファイルが追加されます。ネームに、タスクプリと入力します。if コンポーネントを作成します。プロパティを開き、ファイルズエリアをクリックして展開します。アップロードファイルをクリックして、アップロードするファイルを選択します。事前にダウンロードしたスクリプトディレクトリ内のサンプルタスク if から condition.sh を選択します。ファイルズエリアに condition.sh が追加されました。condition.sh の内容をテキストエディターで確認します。この確認手順はワークフロー作成において必須手順ではありません。condition.sh はインプットファイルの存在有無で終了ステータスを変更するシェルスクリプトです。コンディションセッティングをクリックして展開します。スクリプトネーム for condition check には条件判定を行うシェルスクリプトを設定します。スクリプトネーム for condition check はファイルズに登録されているファイルから選択可能です。スクリプトネーム for condition check をクリックして表示されたリストから condition.sh を選択します。ネームに if check input と入力します。タスクプリからインプットファイルを受け取るためにインプットファイルズの設定をします。タスクプリからインプットファイルをドラッグして if コンポーネントのアイコンあたりにドロップします。自動的に if コンポーネントのインプットが設定されます。タスクコンポーネントを作成します。アップロードファイルでエラーメッセージ .sh をアップロードします。エラーメッセージ .sh は not found input file というメッセージの標準出力をするシェルスクリプトです。スクリプトにエラーメッセージ .sh を設定します。ホストはローカルホストのままにします。ネームにタスクメッセージと入力します。if コンポーネントの紫の矢印をドラッグしてタスクコンポーネントの四角いパーツのあたりでドロップします。コンポーネントが接続できました。タスクコンポーネントを作成します。アップロードファイルで create-result.sh をアップロードします。create-result.sh は execsolver というメッセージの標準出力と result ファイルという名称のファイルを作成するシェルスクリプトです。スクリプトに create-result.sh を設定します。ホストは付学を設定します。リモートファイルセッティングをクリックして展開します。インクルードでは、リモートホストから回収するファイルを設定できます。詳しくは、チュートリアルビデオ説明資料、リモートホストからの回収を参照してください。今回は、リモートホストで作成したリザルトファイルをローカルホストに回収する設定を行います。
include にリザルトファイルを入力して、プラスをクリックします。include にリザルトファイルが追加されました。name にタスクソルバーと入力します。if コンポーネントの緑の矢印をドラッグして、タスクコンポーネントの四角いパーツのあたりでドロップします。コンポーネントの接続ができました。ワークフローの作成が完了しました。セーブプロジェクトをクリックして、プロジェクトを保存します。ランプロジェクトをクリックして、ワークフローを実行します。リモートホストを利用するときは、パスワードの確認ダイアログが表示されます。パスワードを入力して OK をクリックすると、ワークフローが実行されます。プロジェクトのステータスがフィニッシュドになっていると、ワークフローが完了した証です。ログエリアをクリックして、stdout.ssh を確認します。createinput.sh と createresult.sh の標準出力のコマンドが実行されていることが確認できます。リモートホストに設定したワークディルに実行結果が作成されていることを確認します。この結果確認は必須手順ではありません。ワークディルに日付ディレクトリが作成され、リモートタスクが実行されていることを確認できました。以上でタスクコンポーネントと if コンポーネントの説明を終了します。タスクコンポーネントと if コンポーネントを利用したオープンフォームのワークフローを紹介します。今回計算する内容はオープンフォームのチュートリアル計算です。走行するモーターバイク周りの流れを計算します。解析結果としてパラビューの Python スクリプト実行機能を用いることで可視化した画像ファイルを取得します。ホーム画面で01リモートタスクをインポートします。オープンフォームでのメッシュ作成、ソルバー処理、パラビューでの実行結果の画像取得までの計算をワークフローにしました。ワークフローは、プリ処理、ソルバー処理、ポスト処理の大きく3つの構成で分けることができます。それぞれの処理の後には、if コンポーネントを用いて、正しく処理できたか判断し、後続のコンポーネントを決めます。ここで、計算資源のジョブスケジューラに、ジョブ投入するタイプのリモートタスクのプロパティ設定を説明します。ジョブを利用するときは、タスクコンポーネントのプロパティの Use Job Scheduler にチェックを入れます。チェックを入れると、タスクコンポーネントのアイコンが変化します。Q は、リモートホストエディタで登録した Q から選択できます。サブミットコマンドは、選択したジョブスケジューラのサブミットコマンドをリードオンリーで表示します。サブミットオプションには、ジョブをコマンド実行するときに設定するオプションを記載することができます。詳細は GitHub のホイールマニュアルを参照してください。ワークフローを実行します。実行中のコンポーネントは再生アイコンになり、実行済みのコンポーネントはチェックアイコンになります。実行後、リモートホストに計算したオープンフォームモデルのデータとパラビューで取得した解析結果の画像が表示の通り作成されます。また、仮にメッシュ処理は成功して、ソルバー処理で失敗したようなケースでは、ワークフローの設定を変えることで、メッシュ処理の計算を再利用することができます。ここからは、ディセーブル機能を利用して、ソルバー処理から実行する方法を紹介します。ゲットメッシュモデルは、メッシュ処理まで成功したオープンフォームモデルを取得する処理を実行します。ゲットメッシュモデルのプロパティを開き、ディセーブルをオフにします。ディセーブルを設定したコンポーネントは、以降の後続コンポーネントを無視してプロジェクトが実行されます。ランソルバーの上部の四角いパーツをクリックして、ディサイドランソルバーからつながっていた線を外します。ゲットメッシュモデルとランソルバーをつなぎます。
デコンプレスオープンフォームデータのプロパティを開き、ディセーブルをオンにします。この設定により、デコンプレスオープンフォームデータ以降のワークフローが実行されなくなり、ゲットメッシュモデルからワークフローが実行されます。実行して確認します。ゲットメッシュモデルからワークフローが始まることを確認できました。以上の設定をすることで、メッシュ処理まで成功したワークフローを再実行するときに、ソルバー処理から実行することができます。以上で、タスクコンポーネントと if コンポーネントを利用したオープンフォームのワークフローの説明を終了します。for コンポーネントについて、サンプルワークフローを作成しながら説明します。for コンポーネントは、繰り返し計算に使用するコンポーネントです。for コンポーネント内のコンポーネントでは、繰り返し回数のカウンタインデックスを示した環境変数、ホイールカレントインデックスを使用できます。for コンポーネントを使用したサンプルワークフローの概要を説明します。for コンポーネントを使用して5回繰り返し処理を行います。設定する項目内容は、チュートリアルビデオ説明資料を参照してください。for に、1から5の計5回の繰り返し設定をして、for 内部にある処理を繰り返します。for 内部にある、タスクエコーインデックスでは、カウンタインデックスを標準出力します。for が計算されるときの、ディレクトリ構成は、チュートリアルビデオ説明資料、ループコンポーネントのディレクトリ構成を参照してください。ホーム画面で、新規プロジェクト、サンプル4を作成します。for コンポーネントを作成します。ループセッティングでは、for の繰り返し回数を設定できます。スタート2、1、エンド2、5、ステップ2、1を入力します。ネーム2、for と入力します。for コンポーネントをダブルクリックして for の内部に入ります。for の内部にあるワークフローが for の繰り返し設定の回数だけ繰り返されます。タスクコンポーネントを作成します。事前にダウンロードしたスクリプトディレクトリ内のサンプル4からエコーインデックス .sh をアップロードします。エコーインデックス .sh は、for コンポーネント内で使用できる環境変数を用いて、カウンタインデックスを標準出力するシェルスクリプトです。スクリプトに、エコーインデックス .sh を設定します。ホストは、ローカルホストを設定します。ネームに、タスクエコーインデックスと入力します。ワークフローの上の階層に遷移します。リストのサンプル4をクリックします。上の階層に遷移できました。ワークフローの作成が完了しました。セーブプロジェクトをクリックして、プロジェクトを保存します。ランプロジェクトをクリックして、ワークフローを実行します。リストビューをクリックして、リストビュー画面に遷移します。実行中のワークフローの実行状況をリスト表示で確認することができます。ログエリアの stdout を表示すると、カウンタインデックスが標準出力されていることを確認できました。以上で、for コンポーネントの説明を終了します。for コンポーネントを利用したオープンフォームのワークフローを紹介します。ホーム画面で0にfor をインポートします。リモートタスク編のワークフローのソルバー処理以降を for を利用して繰り返し計算します。繰り返し計算ではカウンタインデックスに応じてパラメータ値を書き換えてソルバーを実行します。
カウンタインデックスに応じたパラメータ値が記載されたファイルを渡すために、ソースコンポーネントを利用します。ソースコンポーネントはファイルを受け渡す専用のコンポーネントです。詳しくは GitHub のホイールマニュアルを参照してください。このワークフローをインプットファイルのみ変更して再実行したい場合、ソースコンポーネントに設定しているファイルを変更すれば、インプットファイルのみ変更して計算できます。ポスト処理も3回繰り返し、パラビューの結果画像を3枚取得します。ワークフローを実行します。繰り返し計算の進捗状況が円グラフのように表示されます。実行後、リモートホストに計算したオープンフォームモデルのデータとパラビューで取得した解析結果の画像が表示の通り作成されます。以上で、4コンポーネントを利用したオープンフォームのワークフローの説明を終了します。ホワイルコンポーネントについて、サンプルワークフローを作成しながら説明します。ホワイルコンポーネントは、繰り返し計算に使用するコンポーネントです。設定したシェルスクリプトの終了ステータス、または JavaScript の条件式に応じて、終了判定する繰り返し計算を実行します。実行されるシェルスクリプトについては、チュートリアルビデオ説明資料、ホワイルで実行される条件判定スクリプトを参照してください。シェルスクリプトの終了ステータスが0の間繰り返し計算を実行します。JavaScript の条件式については、GitHub のホイールマニュアルを参照してください。ホワイルコンポーネント内のコンポーネントでは、繰り返し回数のカウンタインデックスを示した環境変数、ホイールカレントインデックスを使用できます。ホワイルコンポーネントを使用したサンプルワークフローの概要を説明します。ホワイルコンポーネントを使用してカウンタインデックスが5より小さい間、繰り返し処理を行います。設定する項目内容は、チュートリアルビデオ説明資料を参照してください。ホワイル内部にあるタスクエコーインデックスでは、カウンタインデックスを標準出力します。ホーム画面で新規プロジェクト、サンプルホワイルを作成します。ホワイルコンポーネントを作成します。事前にダウンロードしたスクリプトディレクトリ内のサンプルホワイルからコンディション .sh をアップロードします。コンディション .sh はカウンタインデックスが5より小さい間、終了ステータスが0になるシェルスクリプトです。コンディションセッティングにコンディション .sh を設定します。ネームにホワイルと入力します。ホワイルコンポーネントをダブルクリックしてホワイル内部に入ります。ホワイルの内部にあるワークフローはホワイルの繰り返し条件が満たされている間繰り返されます。タスクコンポーネントを作成します。ファイルズのアップロードファイルからエコーインデックス .sh をアップロードします。エコーインデックス .sh はホワイルコンポーネント内で使用できる環境変数を用いてカウンタインデックスを標準出力するシェルスクリプトです。スクリプトにエコーインデックス .sh を設定します。ホストはローカルホストを設定します。ネームにタスクエコーインデックスと入力します。ワークフローの上の階層に遷移します。ワークフローの作成が完了しました。
セーブプロジェクトをクリックして、プロジェクトを保存します。ランプロジェクトをクリックしてワークフローを実行します。ログエリアの stdout を表示すると、カウンタインデックスが標準出力されていることを確認できました。以上で、ホワイルコンポーネントの説明を終了します。ホワイルコンポーネントを利用したオープンフォームのワークフローを紹介します。バイクモデルの後頭部の圧力値が一定値を超えるまで計算を繰り返します。ホーム画面で03ホワイルをインポートします。ワークフローは、プリ処理、ソルバー処理、ポスト処理の大きく3つの構成で分けることができます。ソルバー処理で、カウンタインデックスに応じてパラメータ値を書き換えながら条件を満たすまで計算を繰り返します。条件を満たしたソルバー結果に対してポスト処理を実行し、パラビューの結果画像を1枚取得します。ワークフローを実行します。実行しているカウンタインデックスが上段に表示され、そのうち、実行結果がフェイルドになった回数が下段に表示されます。実行後、リモートホストに、計算したオープンフォームモデルのデータと、パラビューで取得した解析結果の画像が、表示の通り作成されます。以上で、ホワイルコンポーネントを利用したオープンフォームのワークフローの説明を終了します。